皆さんこんにちは、オッキーです。外を歩くのも本当に気持ちのいい季節になりました。街中の花々を見て歩くのが楽しいです。さて、今日はアメリカでももはや定番の人気デザート、ティラミスのレシピをご紹介します。ティラミスってマスカルポーネチーズに卵を加えたクリームとコーヒーの香りでしっとりふんわり、とっても美味しいお菓子ですよね。あら、でもアメリカでは卵は生では食べてはいけないはず。ティラミスには生卵を使うのに？そうです。私はアメリカの卵は生で食べることをお勧めしていません。その理由についてはこちらの動画で詳しくお話ししています。でもこのレシピなら大丈夫。卵をきちんと加熱してから加えるので安心して召し上がっていただけます。材料は概要欄にも記載していますので参考になさってください。型は今日は8インチ角のガラスのグラタン皿を使いますが、似たような大きさのものであればタッパーなどでも大丈夫です。レディーフィンガークッキーでお手軽に。型とクッキーの大きさにもよりますが、2段に敷き詰める分だいたい30本ぐらいが目安になります。まずコーヒーシロップを作ります。コーヒーは朝入れた分の残りでもいいし、インスタントで作っても OK です。グラニュー糖を加えます。大さじ1。ブランデーまたはコニャックを加えます。大さじ3から4。お子さん用に作る場合は少し量を控えめにしてもいいでしょう。コーヒーリキュールを加えます。大さじ1。これはなくても良いのですが、加えることでさらにコーヒーの風味が深まります。シロップは一度小鍋で沸騰させます。こうすることで完全に砂糖を溶かして軽くアルコールを飛ばすことができます。本来のティラミスはこのお酒が卵の殺菌も兼ねているので、必ずしもシロップを沸かす必要はないのですが、私はお酒はあまり強くないのでこうする方が好みなのです。コーヒーシロップは他の作業をしている間冷ましておきましょう。クッキーにシロップを染み込ませます。型の底の面に敷き詰めるだけの本数 ×2 段分のクッキーを用意します。このブランドのクッキーは割と大きめで24本で十分でした。ハケを使ってシロップをペタペタと塗るようにしてクッキー全体にまんべんなく行き渡らせます。ジャバジャバとかけると手っ取り早く作業が終わりそうですが、そうするとシロップに浸ったところとそうでないところのムラができてしまうので丁寧に塗りましょう。シロップは全部使い切ります。多いと感じてもちょっと時間を置くとクッキーがしっかり吸い上げてくれます。チーズクリームのための卵の下準備をします。まず卵を卵黄と卵白に分けます。卵黄は厚手の小さめの鍋に入れましょう。卵白は乾いたきれいなボウルに。卵黄に火を入れます。卵黄に牛乳を加えます。大さじ3から4。ブランデーまたはコニャックを加えます。大さじ1。これも量はお好みで加減してください。お砂糖を加えます。大さじ4。好みとクッキーの甘さなどを見て少し増やしたり減らしたりしても良いでしょう。よく混ぜ合わせたら中弱火にかけて絶えず鍋の底をこするように混ぜながら、とろみがついてしっかりと火が通るまで火にかけます。
から下ろしたらボウルに移し替えて冷ましておきます。卵白に火を入れます。まずは泡立て器で軽くほぐして粗く泡立てます。ここで砂糖大さじ1を加えます。このお砂糖は甘さのためというよりもメレンゲを安定させるために入れる感じです。砂糖を加えたら全体がふんわりとしてくるまで泡立てます。この間に鍋に少なめのお湯がふつふつと沸いている状態を準備しておきましょう。ある程度泡立った卵白のメレンゲのボウルを鍋の上に乗せて、ボウルの底に蒸気を当てながら絶えず混ぜ続けます。ここで大切なのは、ボウルの底はお湯に直接浸かっていないということ。温かい蒸気を当てることで優しく温め、卵白が凝固するのを防ぎます。この方法をアメリカンベーキングではダブルボイラーと言います。ボウルの側面に指を当てて熱くなっていれば OK。 卵白も粘りなく、砂糖も完全に溶けていれば火から下ろします。ここでもまだ手を休めず、硬い角が立つメレンゲになるまでしっかりと泡立てます。チーズクリームを作ります。ティラミスといえばマスカルポーネチーズ。生クリームとクリームチーズの中間のようなまろやかな風味のチーズです。8オンスのパッケージを使い切りますが、ここはちょっとぐらいなら多くても少なくても構いません。200g から 250g ぐらいの間なら大丈夫です。クリームチーズは1箱の半分を使います。低脂肪乳タイプではなく全乳タイプを使いましょう。2種類のチーズを卵黄のボウルに入れてよく混ぜます。この時にチーズが室温になっていないと頑張ってもなかなかダマが取れず、滑らかな食感になりません。必ず室温にしておいたものを使いましょう。ボウルの側面をヘラで拭って飛び散ったチーズもムラなく混ざりきるようにします。滑らかで美味しそうなクリームの土台ができました。ここに先ほど固く泡立てたメレンゲを加えます。時間が経つとやはり少ししぼんでしまうので、合わせる直前にもう一度固く泡立てます。一度しっかりと泡立ててあればすぐに回復します。卵白を加えます。ヘラで優しく泡を潰さないように大きく混ぜます。底の方からぐっと持ち上げて切り込むように。これでふんわりチーズクリームの完成です。ティラミスのレイヤーを重ねます。まずはチーズクリームの半量を1段目のクッキーの上に乗せます。ここでもできるだけクリームのふんわりを損ねないように。小さなスパチュラを使って均一に広げます。こういう作業の時に小さなオフセットスパチュラがあると本当に便利です。続いて2段目のクッキーを並べます。
シロップを吸って柔らかくなっているので慎重に扱います。隙間なく並ぶように必要であれば折ったりして積み合わせていきます。台に軽く打ちつけて全体をなじませます。残りのクリームを上にのせます。同じように均一に伸ばして表面を平らにならしたら完成です。ちゃんと綺麗な層になっていますね。ガラスの器だと横から見ても美しいのです。でもまだすぐには食べられません。チーズクリームとビスケットがしっとりとなじむまで冷蔵庫で一晩寝かせます。冷蔵庫に入れるときは必ず蓋をするかラップなどをかぶせてください。このグラタン皿は電子レンジ対応の蓋がついていてとても便利なのです。ところでこのチャンネルでは私オッキーのニューヨークでの生活やアメリカンベーキングのレシピなどをご紹介しています。よろしければぜひチャンネル登録をお願いします。皆様からのコメントやいいねボタンも動画作成の励みになります。ぜひよろしくお願いします。さて翌日、いよいよ試食です。仕上げにココアパウダーを振りかけます。ここで便利なのがオクソブランドのこの道具。持ち手のつまみをくるりと回せば半分は穴の開いた、半分は閉じた状態になります。スプーンのようにココアをすくってくるっと回せばこの通り。振りかける作業がこんなに楽しくなります。では切ってみましょう。切るときは細いナイフをお湯につけてからだときれいに切ることができます。いくつに切りましょうか。思い切ってアメリカンサイズで大きく9等分。大きいスプーンでぐっとすくって取り出します。はい、美味しそうです。コーヒーの香りとまろやかでふんわりしっとりしたチーズクリームが美味しくて、このサイズもペロリと食べてしまいました。もう1日置くとさらにしっとり、またさらに美味しくなりました。甘さは控えめに仕上がりました。アメリカのレストランで食べるとどうしても甘すぎることがあるので、自分の好みに合わせて作ることができるのはやはりいいですね。そうそう、ティラミスをレストランでオーダーするときはティラミスーと語尾にアクセントをつけるのがイタリア語式。でもアメリカではティラミスーという人もいるみたいです。ティラミスだとなかなか伝わらないので試してみてくださいね。ティラミスは実はポットラックの持ち寄りパーティーやビュッフェにもぴったりなのです。前日に作っておけるし、大きな器のままスプーンだけを添えて置いておけば、みんなそれぞれで食べたい分だけ自由に取り分けてもらえるので手間いらずです。持参するときは
出す直前まで保冷バッグに入れておいて、その場でココアパウダーを振って仕上げるのがいいでしょう。ぜひ作ってみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。じゃあまたね。